それとも本当の火事なのか。才蔵、何をしている。どこにいるんだ才蔵。お頭、数だ。なんだってこんなとこに。火付け子。おい、お前見てたのかよ。水だ水。みんなのけ。鍵役にお伝えしろ。この勢いじゃ切り離しになるかもしんねえ。お前たちは。この仕置き場で首を落とされた囚人たち、その怨念が用意と化したものか。我勝ち我勝ち我勝ち。高野先生。あなた何を。牢屋お奉行、石で縦脇のお下知である。下級のことゆえ東路を切り放つ。ご慈悲おありがとう。立ち退き場所は本所へ行院。3日を限りに必ずへ行院に立ち戻れ。戻った者にはお奉行様の慈悲により罪一等が減じられるよう町奉行に願い出される。なんだ、どうしたアトル。どうしたじゃない。出た、炎の用意が。しかし明後日クレムツの鐘が鳴るまでに行院に立ち戻らぬ者がいた折には草の根分けてもひっ捕らえ、妻子親兄弟に至るまできっと死罪申しつける。心得違いせずきっと戻ってまいれ。明後日のクレムツエコーインだ。おい、用意の仕業なら行かねばならん。脅かしちまったか。茜子なんて用意はいねえよ。こいつはただの火事だ。すぐに収まるが切り離しは運がいい。お頭。お前たち
それにしてもひでえなりだな。文にあった火事の用意ですか？わからん。こっちだ。今なら解き放ちに紛れて入れる。とうとう小伝馬町牢屋敷にご入来と。できれば来たくはない場所だ。はあはあ、小笠原の話にあったヌエバ・イスパニアの娘ってな、お前か。こいつも用意なんだろ？なんだ貴様。なあ、異界ってどんなところだ？そこなら誰も追いかけちゃきまいな。道案内するつもりはないか？どうした？この子はもう異界なんざ求めちゃいませんよ。なぜだい？この世は嫌なことばかりだが、それでも少しはいいことがある。好きな男でもいるか？この世で生きていたいだけだ。おうほうほう。お前のようなやつはおよそあまた見てきたわ。だがな、異界もこの世も変わらぬと俺は思うぞ。何？だから好きなように生きるのよ。あんた何を持っている？これはな、古関って人が和下したヤソの教えよ。バイブル。イスパニア人たちもそれを持っていた。だがこんな使い方は知らなかっただろうさ。我また我また我また座に座した表に巻物に巻物に巻物あるその裏表裏表裏表七つの七つの七つの意の表がこの言葉は聖なる力を持つというが、そこに死んだ古関さんの怨念が加わった。お前たちの言葉で言えば、この書はすでに一貫の用意よ。用意？神の言葉で書かれた用意、つまり神に近い用意と戦い、縛ることもできる。あと離れて、雪は離れてください。なるほど、出来損ないの竜か。鳥居が企み分かってきたぜ。はっはっは。才蔵さんは夜回りをして用意に備えていた。気づかぬはずはない。知ってますか？強い爆発で火事を消すって手があるんですよ。いたぜ。用意赤猫か。火には火だ。お客さん行くか。こいつ知恵があるのか。竜ド真打ち登場ってね。綾波にあの動きは。
老奉行に行って鳥居の屋敷に運ばせるか。無理を言うな。我らは今も跡部様たちに追われる身だ。なのにこうして江戸の案内を守って差し上げているんですから、人が良いこと。この場でさばける分だけ持ち帰ろう。そうこなくっちゃな。いい心持ちだったろう。私は何ということを。へえ、それぐらいは分かってたのかい。火付けは火あぶり、これは決まりだ。だがおかげで助かった。お前のお頭は晴れて無罪放免だ。そうさ、何せあいつはとっくに死んだことになっている。だから老奉行の帳面にも名はない。このまま回向院に戻らなくても追ってくるものなど言いやしねえさ。そうか、よかった。綾氏のところに戻るつもりか。私は罪を犯した。だからみんなの顔を見て、それから火あぶりになるのか。その覚悟はできている。なあ、お前さん、もう一つ大事なことを忘れてる。あの用意とお前さんは一つになったんだ。用意を鎧としていた。あれは神の末裔にしかできないはずなのに。西の者か。奴ら神じゃねえ。神の血を引く者などこの世には誰もいやしねえ。都にもか。当たり前だ。信じてたのか。ちょっとしたコツがあれば人は用意と一つになれる。そしてそれはとてもいい心持ちだ。違うか。お前は何で用意を倒す。用意を倒し食らう。それでちっとは世がマシになるというなら、まあ悪くないなりわいだ。だが本当にそうか。お頭たちは世の人のため。それでお前たちはどうなった。厄介払いされたんならまだいい。奉行どもに睨まれ、囚われ、逃げ回り、そんな入れ墨まで入れて、それでも用意を倒すことは甲斐があるか。俺たちは用意だ。世に入れられず人と同じ扱いを受けぬ。用意と何が違う。だったら一層用意として生きてみないかね。盗んじゃいない。老名主で稼いだ金は持ち出せたからな。その押し着せは捨てていけ。焦げてるけど。世間知らずだな。え？不眠の押し着せには名が書いてある。お前の使っていた映像という名だ。奉行所は火付けの罪で映像という不眠を探すだろう。そしていつかあの子が捕まる。取り返しに来るかもしれんからな。すぐに姿を消す。そういうもんだ。だって私は。行くぞ。あれから2日、今日の夕刻までに回向院に来なければ高野先生は本気で逃げる気だということだ。そりゃ逃げるでしょうよ。どうもその先生はわざわざ火付けをしたらしい。
そしてそれに才蔵さんも絡んでいる。そう考えるしかないだろう。現に二人は揃って姿を消しちまった。高野はアトルに異界に連れて行けと言ったそうだ。アトルじゃなく才蔵でもいいと思ったのかもしれねえな。そんな。内田先生が。ああ、一体何が起こってんだ。町には囚人が溢れてるし、アトルも雪輪もここのところろくに口も聞かねえし。話は後だ。あと知ってるかい？江戸中でお稲荷さんが消えてるぜ。ああ、これですか。君を逃がしてやった。そう嘘吹いておられたよ。高野先生がここに？私のところだけじゃない。知り合いの学者や弟子のもとを回って奉行所の動きを探っているようだった。間宮林蔵の手紙。ああ、林蔵はくたばったんだろう。この2月にあの野郎死ぬ時には必ず教えると言ったことがある。ああ、確かに遺書がございました。高野先生と間宮さんがお知り合いとは知りませんでしたが。それで俺宛ての遺書は？それがある男が持ち去ってしまいました。戦議の用があると。間宮林蔵、確か北方を探索した幕府の役人だったな。蝦夷地のみならず樺太島を単独で踏破し、その地形を確かめた。噂ではロシアまでも渡ったという。そいつがどうしたと言うんだ。高野は何を考えている。で、遺書を持ち去った相手とは？鳥居に飼われている君の先輩だ。花井虎一。これだ、間違いないな。渡したろ。その絵図は何だ。地の下に入る者の図とはどういう意味か。間宮が最後に俺だけに残した言葉だ。お前たちがいくら調べてもわからなかっただろうさ。さて、お名残惜しいが花井本庄、そろそろ消えさせてもらう。栄光院に行かれつもりか。もとよりこの俺を牢の中で朽ち果てさせるのは惜しい。そうは思わぬか。高野長尉。惜しかったな、鳥居海。俺を一生牢に閉じ込めて蘭学者たちへの見せしめにでもするつもりだったんだろうが。お前たちは早すぎる。今の日本が国を開いて異国に蹂躙されるままにせよというのか。それで目が覚めるならそれもいいさ。ならぬ、断じてならぬ。神は、この国の神はそれを許さぬ。才蔵！なんてすごい舞だろう。血が騒ぐ、力がみなぎる。ほざくな！怪しか。高野先生、栄光院にお迎えください。遅いよ。
何をしている？私は用意だったんだ。才蔵さん、私は狐が人は汚い。その汚れが私たちを強くする。煉獄の山の頂、7つの大罪を浄化させた人がたどり着く場所、最も天国に近い煉獄、それは地上楽園。怪し新曲死の獄。